今日は世界で何食べよう。どうも、シャゴです。世界中を魅了するアドリア海の新宿ことドブロブニクでローカルグルメ、スカンピ、ハンバーガー、シェラトンのバイキングを食す。旅の資金残り424万円。ボスニア・ヘルツゴビナのモスタルからクロアチアのドブロブニクへバスで移動。1ヶ月ドミトリーと Airbnb で節約したご褒美に久々のホテルシェラトンに宿泊。旧市街の街並みも素敵だけど海の綺麗さも凄まじかったです。ボスニア・ヘルツゴビナのモスタルにいるんだけど、こっからクロアチアのドブロブニクに行ってこようと思います。いや、世界遺産から世界遺産の移動ということで4時間ぐらいかな、バスに乗って向かっていきたいと思います。バス停来たのになんかドブロブニク行きは1時間20分遅延になって悪気もないんだよな、別に遅れたことに。まあしょうがないんでバス停で待とうと思います。26カ国目クロアチア入国完了。あっち側がボスニアで、こっちの海アドリア海がクロアチアです。無事にスタンプも押してもらいました。今からシェラトンドブロブニクに向かうんだけど、チケットはナンバー3で購入します。バスのチケット購入できたんだけど1人当たり 3.3 ユーロでした。車内はめちゃくちゃ綺麗。最寄りのバス停からはこのスーパー、でっかいスーパーを横目に徒歩5分です。シェラトン到着。変わった形してんな。デカデカとシェラトンって書いてあるけど、入り口入った瞬間の匂いがね、シェラトンはめっちゃいい匂いがするんだよな。どんなもんか楽しみです。おお、来たぞシェラトン。残念ながらアーリーチェックインはできなかったので、荷物だけ置かしてもらって海に行ってこようと思います。ファシリティは使っていいって言われたんで、まず荷物置いてきます。うわ、目の前にプールが広がってる。綺麗。今タオルを借りれたのでプール入ってこようと思います。うわ、めっちゃ綺麗だし、もう空いてる席がないんじゃないかっていうぐらいみんなここにいます。あ、こことか使えそう。ここ使ってこようかな。ドブロブニクにありながらオレンジ色の屋根じゃない近代的な建物。かっけー。リクライニングの高さも完璧に感じてくるもん。なんかシェラトンだと超贅沢気分。この後は旧市街の方に行って街散策と夜ご飯食べてこようと思います。今回のお部屋は255。いつもはめっちゃいい匂いする。ランクアップしたよとか言われたんだけど、今日は言われてないからと思ったけどめっちゃいい。うわ、いい匂いするし綺麗。なんとバルコニー付き。海側のビューだとこれよりも1万円ぐらい高く出さなきゃいけないらしくて、でも全然こっちのビューでも最高。この1ヶ月半ぐらいホテルというホテルに泊まってなかったから、マリオットホテルのこの綺麗さめっちゃ嬉しい。テンション爆上がり。ウェルカムギフトもうまそう。もうバスルームもめちゃくちゃ綺麗。広い。何より広い。トイレはもちろん清潔感あるんだけど、ここのシャワールームが分けられてるのも嬉しいし、なんといってもバスタブ。今から旧市街に向かっていきたいと思います。このバス時間通りに全く来ないです。10分早く来た。僕たちそのせいで10分さっき乗り遅れたけどね。バス停から旧市街まで結構あるわ。こういうなんか塀の道をずっと降りていけば旧市街。
なんかめちゃくちゃ激揉めしてるわ。うわめっちゃ喧嘩してる。さすがクロアチア、いやヨーロッパを代表する観光地、人の数が半端ない。目の前に見えるのはフォートポーカー、確実に要塞だね。要塞よりもカヌーが目立つ。めちゃくちゃ映えるカヌーが大量。海が綺麗すぎる。鉄壁を誇るドブロブニク城塞、2キロにわたって続いていて、1667年にドブロブニク大震災っていうのが起こったんだけど、それで町は大打撃を受けたけど、この城塞は全く壊れなかった。びくともしなかったらしいです。2キロ続く城塞の上を人が歩いてます。いや今6時なのにめちゃくちゃ暑い。要塞の中に入るには35ユーロ。高え。アイスいくらすんのかなと思ったら 2.8 ユーロ、だいたい500円以上します。それでは旧市街入ってきます。ピレモンを抜けると目の前にはオノフリオ噴水、円形状のドームで特徴的で、この旧市街のシンボルとなってます。オノフリオ要塞自体は16面あって、それ全てに顔がつけられてるんだけど、そこから水が出てるという独創的なデザインでは飲んでいきます。うわ冷た。もう天然水レベルの味が無臭というか無味でめっちゃうまい。うわこれはいいわ。ごちそうさまです。街並みはかなり可愛い。そして意外と道幅もあるからゆっくり通れるのがいいね。可愛いお店発見。なんていうんだっけこのひよこ、多分イギリスの大英博物館とかにも置いてあるんだけど、ピカチュウもいる。結構開けた通りもあるんだけど、こういうところではフルーツを売っていて、このブドウが4ユーロなので680円。バルカン半島の中ではどこだっけな、アルバニアとかでも城壁の中入ったんだけど、ここは圧倒的に広い、開けてる。だから歩きやすいです。聖ブロホ教会、この小道を抜けた先にご飯屋さんがあると思うので探してきます。うわおしゃれだな。めちゃくちゃ綺麗なんだけど、やっぱ物価は高いわ。いや簡単に気軽にお店に入れない感じはあります。本日のお店ラディピピ、店内は雰囲気ある、めちゃくちゃおしゃれ。うわめっちゃうまそう。メニューは基本20ユーロ超え、フィッシュで27ユーロ、4000円強で、ビールなんか一番安くて 4.7 ユーロだから800円900円する。高っ。ケバブ2、4、6、8本ぐらい入ってる。やっぱりシーフード。いただきます。エビいただきます。うまい。エビもしっかり炭で焼いてあるから皮まで食べれて、中はプリップリ。もちろんエビも美味しいんだけど、この副菜のインゲンがニンニク風味でうまい。ケバブも本当に焼き方も最高。ソースがピリ辛でまたいい。値段はかなりしたけど、これはヨーロッパだしはしょうがない。めちゃくちゃうまかった。ごちそうさまです。いやめちゃくちゃうまかった。よいしょ。並んでる人もいるんだよね。やっぱ並ぶほど有名店だ。小道も雰囲気最高。こんだけ入り組んでたら強いな、城塞としては。もうみんなお酒片手にバチバチ盛り上がってんね。うわ雰囲気最高。
道幅はかなり広くて、車だと3車線ぐらい入れるんじゃないかな。そんぐらいの広さ。本当に観光客多いわ。どの店も大体満席。基本予約はしなくて入れるけど、でも混んでるな。ブレーク屋さん発見。ブレークいくらなのかな。うわ、6ユーロだって。700円以上するのか。あ、1000円ぐらいするのか。高いな。オノフリオン噴水はもうギャルのたまり場になってます。冷たい水飲みたくなったんで飲んでから帰ります。ザ観光地っていう感じだったけど、もう昔の城塞の雰囲気もあるし、また観光地としてもご飯もあるし、綺麗だし最高でした。こっからはバスに乗ってシェラトンに戻っていきたいと思います。バス結構待ったけど無事帰ってこれました。お疲れ様です。ただいま。おはようございます。一町一走りということで、今シェラトンからちょっと海の方に走っていこうと思います。といっても海っていうともうすぐここなんで、このカードを使ってシェラトンのプライベートビーチまで行っていこうと思います。オープン。今はまだ誰も一人も人いないんですけど、やっぱここはシェラトン専属みたいで、至る所にシェラトンの記載があります。あ、ちゃんとこういうシャワーもあるんで、海入った後もすぐに流せて、海水流せそうです。めちゃくちゃいいね。あ、ここもシェラトンって書いてあるな。朝日が見えてまいりました。こうやって朝日待ってると、お前働けよって言われてるようで、やる気出てきます。頑張ります。あと日が出てきただけでめちゃくちゃ暖かい。なんかさっきまで結構肌寒かったんだけど、この日差しでもかなり暖かくなってきました。すげえな、太陽って。いつも走るとか言うけど、やっぱね、ドローン飛ばしたくなるんだよね。ということでドローン行ってきます。海超綺麗。朝ごはん会場到着。いや、マリオットの朝食バイキングはめっちゃ楽しみなんで食べまくってきます。やっぱマリオットの朝食テンション上がる。これはもういつも大好きなサーモン。生ハムあるもん最高。やっぱ作ってくれるオムレツはいいな、最高。パンの種類も鬼豊富。チーズもニーシーローや10種類。ハムに関してもニーシーロー8種類。ポテトのキッシュだって。こりゃうまそう。なんか一個一個おしゃれなんだよな。マッシュルームテカってるもん。びっくり丸ごと1個トマトいただきます。いただきます。まずオムレツから。トマト丸ごと。今んところナンバーワンはこの酢漬けの魚、青魚がめっちゃうまい。なんか朝食のレベルもね、一段上がったというかおしゃれ感でね、このキッシュがスフレのような柔らかい食感がたまらない。やっぱヨーロッパ来たなって感じるのが、ご飯とか麺とか一切ないです。やっぱ基本パン食なんだね。みんなパンばっか。てかパンしか置いてない。ちょっと寂しいでしょ。ちょっと寂しいけども、1ヶ月半ヨーロッパいるんで、もう僕の体はパンです。
こっからあと4ヶ月もヨーロッパいるんで、もう一生麺とご飯食えない気持ちで旅しなきゃな。あと4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月。面白いのがこれ、ビーガンチーズ。そんなチーズではないけど、チーズって思い込めばチーズの気がしてくるようなチーズ感。満腹。ごちそうさまです。今日はこのシェラトン周辺で過ごそうということでビーチ行ってきます。朝の7時には誰もいなかったのに9時半になるともう満員。ここ借りちゃおうかな。いやー、嬉しいことにシェラトン宿泊してる人はこの日傘アンブレーラは無料らしいんで、僕たちもつけてもらいます。ラッキー。ありがたいね。なんか20ユーロって書いてあるよ、その一般の人は。多分宿泊の人だけ。すごいわ。こんなにパラソルって涼しいんだね。最高。地中海だったりアドリア海がなんでこんなに海が綺麗なのかなって思ったけど、栄養がないからなんだって。確かに岩山ばっかでもう崖から海に流れてるんだけど、栄養素が少ない。これが一番の理由で、昔は結構森林とかがいっぱいあって、もうちょっと汚かったというか、緑がかったりもだったりがあったから緑がかったりしたんだけど、今はもう栄養素がないからこんだけ綺麗に透き通ってる。綺麗な海も考えもんだな。プールに帰還。いやーね、海よりもプールの方が好きだわ。なんでかね、海疲れるよね。だいぶゆっくりしてました。もうほんと何もやってなかったんで、今からご飯食べに行ってこようと思います。めちゃくちゃ高い、ここ周辺で唯一安いファストフード店。安いと言ってもハンバーガーには6ユーロ、1000円します。高え。やばいやばいやばい。ではまず1杯目いただきます。海見ながらのビール最高。超ビッグバーガーいただきます。うまいけど1000円は高いな。これ1000円は高いな。ハムも一応焼いてあるから、その買ってきたハムをただ包んだよりはうまい。フレンチぐらいは結構量入ってるから、まあ満足。うまい。いいね、気持ちいいね。もう一個のビールも170円ぐらいのホルスタイン。あ、ジャーマニーって書いてある。これドイツ製か。パンビール安かったんだよね、これが。最後いただきます。お腹いっぱいになったわ。ごちそうさまです。もう残って遊んでんのはほとんど子供だけです。今から宿に帰ります。と言っても宿はもうこっち、もう目の前です。最高。やっぱホテルのプールもほとんどもう人はいなくて、いるのは 2,3 名のお子様だけです。おはようございます。現在朝の6時半。やっぱ朝は誰もいなくて最高っすね。今日の予定としてはこのドブロブニクからクロアチアの首都ザブレクに行ってこます。で、夜行バスということで10時間以上の移動か。結構大変だと思うんですけど、まずシェラトンでレイトチェックアウトできるって言われたんで、2時にレイトチェックアウトしてカフェで過ごしてバスに10時に乗っていこうと思います。なんで太陽出てきたばっかの冷たい海水の中におじちゃん2人もいんのよ。なんでと思って歩いてたら、もう1人入ろうとしてる。いや寒いって。
ぱこの感覚かな、わかんないんだよな。体温がなんか欧米の人って日本人より高いらしいです。あとなんかロシアと日本がその日露戦争戦った時に圧倒的にロシア人の方が体温高いから、その冬の戦争の時に日本人は大変だったって聞きました。そういうのが今でもやっぱ肉体的に違うんだろうな。後ろのおばちゃんも準備中。なんということで海に入っていきます。もう一人着水。寒い寒い寒いってなるよな、普通だったら。また入浴です。そんなにみんな入っていく理由があるのかなっていうことでちょっと入ってみようかな。激寒ってわけじゃないけどだいぶ冷たいな。やめます。寒い寒い寒い。いや、外出ると今太陽がちょうど入ってきて、外だと気持ちいいです。でも中は冷たい。スタッフさんが椅子の準備を始めてくれるのはだいたい7時半から。ドブロブニクの今日の気温は27度、最高気温31度、最低気温24度。ちなみに日本は29度ということなので、なんか同じような気温なのかなっていう感じです。もう一番好きな時間、朝ごはん食べてこようと思います。まだやっぱ朝だから若干人が少ないな。今日も通りまくりました。リゾットあるのはめっちゃ嬉しい。いただきます。伝わるかな、このベーコンのカリッカリぐらい。でもかなり薄いからもうなんかね、なんて言うんだろう、パリッパリ。いや、米食えんの久しぶりだな。うまいよね、ご飯。もう一個あっていうから、このマッシュルームがマジでうまい。4時までマリオット待機なので、それまで暇なので走ってます。シェラトンの周りは意外とランニングコースとしてはそこそこ良くて、道があるんで走れます。圧倒的に子連れが多いんだよね。いや、すごいよな、家族持ってからこんだけ観光地に旅行来れるって。海だけじゃなくて森もいい。ほんと走りやすいコースになってるんでめっちゃ最高っす。うわ、飛び込む。いいね、ナイスジャンプ。ちょっと走ってるだけでも無数の浜というかピーチが多数。こんなところとかもプライベートビーチじゃん。めっちゃいいじゃん、ああいうとことか。この通りを抜けた先にもまたビーチ発見。マジで無数のビーチ、マジ綺麗。こりゃマジでドブロブニクすごいわ。これ桜かな。わかんないけど桜に見えなくもない。いやー、いい汗かいたし、ここ人少なそうなんでここのビーチにしようかな。一旦この汗を海で流して今日と思います。いいね、ここのビーチ。いやー、人少ないし最高じゃないですか。よいしょ。アシックスのシューズをあそこに置いたので、ここからはちょっと泳いでくれます。いい気温の、そんなに冷たくないです。いや、気持ちよかった。こっからはもう本当にホテルに帰ろうと思います。いやー、ドブロブニク最高だった。現在9時39分、10時出発のサブレイキ行きのバス、夜行バスで9時間行ってきます。うわ、9時間だけ。久々に荷物に2ユーロかかりました。1人1ユーロ。